これでわかる葛飾北斎。江戸時代後期の浮世絵師。もうとにかく絵が好きな人。90年という長生きだったのですが、その間幕府に弾圧されながらも絵を描き続け、なんと3万点ほどの作品を描き上げました。富岳36景というシリーズでご存知の方が多いかと思います。富岳とは富士山のこと。36の違う構図から見た富士山が描かれています。ですがこの後10図足されて46図になっています。名前は変えなかったんですね。当初の36図を表富士、追加の10図を裏富士と呼びます。そしてなんとその後に富岳百景というのも書いているので、相当富士山が好きだったんでしょうね。こちらの神奈川沖浪浦、最も有名な絵ですね。3艘の船、漁師たちが大波に飲み込まれそうになっています。静と動の鮮明な対比が見事ですね。もう一つ富岳36景の中からこちらの絵、江戸駿河町三井店略図。ここに三井とありますが、三越百貨店の前身の三井越後屋です。今の日本橋三越本店があるところだそうです。まるで広告のようですが、もしかすると版元は広告費をもらっていたのかもしれませんね。版元とは出版社のことです。駿河町は富士山がよく見える場所だったようです。屋根にいる職人さんたちが江戸っ子らしくて賑やかになっていますね。富士山の末広がりの形は縁起がいいというのもあり人気があったようです。北斎はこのような風景画が有名ですが、実は風景画以外もたくさん描いています。役者絵、美人画、漫画、花鳥画、百物語、春画まで。さて、北斎は天才らしく変わったところがたくさんあったようです。そんなエピソードも含めて北斎の生涯を覗いてみましょう。1760年、現在の東京都墨田区の場所に生まれる。本名河村時太郎。貸本屋で働きます。この時、貸本の挿絵に興味を持ち、絵の道を志します。その後、木版彫刻師の徒弟となります。19歳の時、浮世絵師勝川春章の門下となる。ですが、勝川流だけでは満足いかず、勉強熱心な北斎は、狩野派などの他の流派の画法も学び、それにより破門されてしまいます。ただこの話は、破門ではなく師匠が亡くなって残された兄弟子とうまくいかなくなって出ていったとか、他の説もあります。この頃、政治的にも大きな変化があり、北斎も影響を受けます。それまで田沼意次の華やかな時代で、歌舞伎、大相撲などが人気でした。役者絵などが流行っていましたが、田沼が失脚し、次の松平定信に政権が移ると、ガラッと緊縮ムードになります。藩政の改革によって出版取締令が発令し、娯楽とされるものは禁止されました。役者絵、美人画などが扱えず、北斎は読み本に力を入れるようになります。読み本とは文学性の高い本とされていて、里見八犬伝などが有名です。読み本の中でも制限があって苦労したようですが、さすが北斎、この状況でも創意工夫を凝らした絵で評判となります。松平定信の改革は思想や言論を統制するものだったので、民衆の反発を招き、わずか6年で失脚。芸術界においてはまたいい流れになりました。その後、飢饉が起こり、1841年には水野忠邦による天保の改革でまた娯楽など取り締まりが厳しくなってしまうのですが、話を元に戻します。46歳の時、葛飾北斎の号を用いる。実は北斎は何度も改号しています。その数なんと30回。晩年には画狂老人卍というかなりインパクトのある画号もつけています。なぜ30回も変えたかというと、北斎はお金がなくなると弟子にその画号を売ってお金を作っていたそうです。
弟子は驚きますが、その名前で絵が売れるので買いますし、北斎は名前を変えても自分の腕で評価されるという自信があったので何度でも売ります。なぜお金がなかったかというと、当時流行っていた浮世絵というのは庶民も手に入るくらい安価でした。肉筆画という直に筆で描かれた絵もありましたが、多くは版画でした。一度版を作ってしまえば何度も擦れるので価格は下がります。お金は一旦版元に入ります。そこから絵師、彫り師、摺り師に分配されますが、わずかな額だったようです。絵師の中でも北斎は人気があったので、だいぶ稼ぐようにはなるのですが、お金に無頓着でした。絵の代金が送られてきても包みを解かず、商人が請求に来ると包みのまま投げつけて渡してしまいました。それすらも面倒だったんでしょうね。そんなだったので部屋の片付けなんてしません。汚れてきたら引っ越しをするという生活。その数なんと93回。それくらい絵に集中していたかったんですね。54歳の時、北斎漫画の初編を発刊。全15編。図数は約4000とされる版本。人の動きや表情、遠近法、一筆書きなど多岐にわたる内容が含まれています。北斎は弟子が200人以上いて、一人一人教えていられないので絵手本を作り、それぞれが学べるようにしたそうです。70代で富岳36景を完成したと思ったら、今度は富岳100景を手掛けます。ちなみに富岳36景を完成させた2年後に、歌川広重が東海道をテーマにした東海道53月を発表。北斎より35歳年下の広重とライバルとなり、2人で浮世絵に風景画というジャンルを確立しました。風景画はシリーズ化しやすいというのと、役者絵のように流行り廃りがなかったので長く売れます。なので版元にも好まれたとか。1849年90歳でこの世を去る。この時の有名な言葉は、あと5年生きさせてくれれば本物の絵師になれるのに、でした。向上心半端ないですね。北斎といえば西洋への影響にも触れておきたいと思います。ヨーロッパに日本から陶磁器が送られた時、詰め物として北斎漫画が使われていて、それを見た版画家フェリックス・ブラックモンが感動し、それにより密かに北斎の絵はヨーロッパに知れ渡っていたとか。あと、オランダ商館医師として来日したシーボルトが北斎の絵をヨーロッパに持ち帰ったという話もあります。そして北斎が亡くなってだいぶ経ってからですが、1867年パリ万博がありました。渋沢栄一も言っています。西洋人の中ですでに浮世絵を知っていたファンが飛びついたそうです。それまで知らなかった人たちも興味を持ちます。当時ヨーロッパでは印象派が盛り上がっていました。光の扱い方や色彩の取り入れ方などが研究されていました。日本の浮世絵独特の光や色彩の出し方、また線を使って表現するという画法がヨーロッパには新鮮に移ったようです。ジャポニズムと呼ばれるブームになり、西洋の画家たちが浮世絵を取り入れるようになりました。またフランスの作曲家ドビュッシーの曲「海」の初版スコアの表紙のデザインにもなっています。1999年にはアメリカの雑誌ライフの企画、この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人で唯一日本人として選ばれたのが北斎でした。他にはエジソンやシェイクスピアやヘレン・ケラーなどが並ぶすごいランキングです。そして日本でも逆輸入的に再評価されます。それから北斎の娘であり天才絵師葛飾大井もご紹介させてください。本名おえい。大井は画号です。父に似て口が悪くめんどくさがり屋。
そしてさすが北斎の娘と言われるような絵の才能。父である北斎に美人画では自分をも勝ると認めさせた実力がありました。多い個人の作品として残っているのは10点しかないそうです。北斎の助手として書いていた作品がほとんどとか。彼女個人の作品で最も評価されたのが吉原孔子先の図。ほの暗い光の表現がとても素敵で物語を連想させるような絵ですね。もう一つ、百物語の作品たち。百物語は日本の伝統的な怪談文学でブームになったそうです。まず、四谷怪談のお岩さん。自分を裏切って捨てた元夫に化けて出る話です。怪談の怖いクライマックスシーンなのですが、どうもこのお岩さん、お茶目で可愛くて怖いと感じません。さらに、皿屋敷のお菊さん。家宝の10枚揃いのお皿を1枚割ってしまったために、主人に折檻され、井戸に身を投げて死んでしまう。その井戸からは夜な夜な、1枚、2枚とお皿を数える声が聞こえ、9枚目に、1枚足りないというお話。こちらの絵も首がお皿になっていたり、北斎の遊びが感じられて全然怖くないですね。いろいろな作品に挑戦した葛飾北斎、いかがでしたでしょうか。最後に北斎の他の作品を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。